負ける方が難しい。利回り 4% 以上の銘柄参戦。この前の動画でいい株式分割でたくさんのコメントをいただきました。4252円の頂点で買ってしまった。僕からはネタとして笑わせていただきました。一方で3990円で仕込んだっていうツアーものもいらっしゃいました。ちなみに僕は4049円で100株仕込みました。この2人の差額が262円、NTT の配当が60円の2回配当なので差を埋めるためには2年と半年を要します。皆さんわかります？これがどういうことか。株式分割のニュースで雰囲気に飲まれて1週間買うタイミングを違うだけで 2.5 年分の配当金の違いがある。エントリーがいかに重要だってこと。今回の銘柄スナイパーは負ける方が難しい利回り 4% 以上のメーカー参戦。購入タイミングを考察し、損切りラインを設定してリスクをコントロールして、極めつけは値上がりしたら差し値を自動修正してくれるアルゴリズムで解説します。もうこれやってない人、投資チャンネルがいたんですよね。タマホームが優待権利落ち日で 10% 以上暴落して、で、嘆いていた投資チャンネルがあって、そんな機械やってないの？アルゴリズム設定してないの？おじいちゃんかなって笑っちゃいましたね。で、みんなに説明するために運用成績を初めて計算してみました。1年間の成績、68,182 円の損切りに対して利益が148万6,251円、成功確率は 95.412% で、株の運用額っていうのは2022年、去年は442万9,578円で、利益がさっきの141万8,069円だったら、利回り、年間利回りがなんと 32.01% となりました。僕は他人には興味がないので、比較しなくて気づかなかったんですけど、みんなからすごいって言われるので、YouTube に記録するようにしました。みんなに有益な情報だったら数字に現れるでしょう。これを確認するのを楽しみにしています。大学の研究でも誰よりもこだわり、実験材料の土台からね、天板で削ってやったくらいです。で、ニートの無職なので、生活の支出以上に利益出して再投資しないとお金って増えないんですよね。2022年のは466万の 20% 増しが547万円の4月でも達成しているので暇な状態です。これ以上僕は望んではないんですけど、今暇だから投資しちゃうっていう感じです。この話は退職金を利用して、去年は70万円の配当金をもらっているパパに話しているものと一緒です。確かに銀行の金利 0.01% より配当利回り 4% が400倍も増しっていうことですよね。しかも配当控除を利用すれば僕は税金 20% 全部還付金としてもらっています。パパの配当金70万円で 10% が還付されるので 7% 結構大きいですよね。節税は 100% 絶対儲かる手法なのでご自身で勉強されてください。コメントリクエストがあったらまた解説します。まずはね、配当金が高い金のなる木を早速紹介していきましょう。先行グループホールディングス9069配当利回り 3.9%。配当利回り 4% じゃないの？チャートを見てください。ワクワクする形状なんで。週足チャートは弾むように下に規則正しく下落している最中です。日足チャート、6月4日時点では跳ね返りが予想できて、配当金である17円の配当が2週間で回収できそうです。938円の跳ね返りは十分に期待できますし、レンジ相場に持ち越したとしても 3.9% の配当金をもらい続ける。万が一下落した場合、損切りラインは 9% の831円のリスクを事前にコントロールできます。自分が設定した値段以上損することはありませんよね。配当履歴、次に配当履歴を見て減配しそうかっていうのを確認していきましょう。なんとコロナショックでも減配なし、頼もしいですよね。配当利回りが 4% を超えるのはもう時間の問題。PR、PBR、ROE の指標について。どんな会社かっていうと、総合物流システムの集団として、当社と子会社147社及び関連企業14社で構成されていて、要するは物流事業ですね。なんでこういう事業を調べるかっていう理由。PR は一般的に15以下が割安っていうのは皆さん教科書で読んだことがありますよね。業界ごとに基準が違うんですよ、でも。物流系の銘柄と比較して正確な指標の分析になります。運送業といえば、ヤマトホールディングス9064、株価収益率 PER は18。それに比べて先行は 7.9。収益が 7.9 年で会社規模になるってこと、結構割安ですね。それもそのはずなんですよ。株価は下がっているのに、業績は綺麗な右肩上がり。面白い銘柄ですよね。期待できる。PBR は 0.86 と1倍割れ。ROE の資金効率は 9.6 で、ヤマト運用の 7.5% を超えるんですよね。いやー、面白い銘柄を見つけました。時価総額。なんでこれを調べるのか。それは時価総額が小さすぎると、機関投資家や筆頭株主が売却すると大きく値崩れするから。もう一つは、出来高も小さくなって、損切りで成り行きをすると、とんでもない下で約定してしまう時がある。新入社員の休憩時間で1万円損した時、今日はただ働きかっていうの、トラウマがありますね。先行の時価総額、マニアックそうで意外と大きいんですよね。その理由は、株主構成でわかります。不動株が 4.3%、特定株が 48.3%、流通する株の割合が比較的少ないことを意味します。不動株は一般的
私たちのような投資家が取引しているもので、自由に売買される株式のこと。この比率だったら、売買の需要や供給が不均衡になりやすく株価の変動が大きくなるって書かれてはいるんですけど、時価総額の大きさを考慮すると、流通量自体は波といったところでしょうか。配当金を下げない理由は、株主構成でも分かって、旭化成や三菱銀行、積水化学、井筒自動車と巨大企業は権限を保有しています。よって、配当金を下げる権限がないという可能性が高いですね。例えば、配当金を下げるなっていう議決権が三菱銀行や旭化成の全部が束になれば、自社の議決権を超えることがわかります。自己資本比率が 27.6% と低めなことを踏まえると、確実に株主の言いなり、配当金を高めにもらっておいて、生かさず、殺さず、僕も配当金をもらって便乗しておきたいところですね。信用倍率を見ていきます。どうしてこれを調べるのか。これは僕も現物取引しかしませんが、参加者の心理状況がわかる面白い指標なんですよね。2年間の信用取引を閲覧して、この出来高から機関投資家っていうのはいないんじゃないかな。信用倍率は4月28日から買いが多くなったのは、ちょうどチャートが下落に反転した時と重なりますね。5月26日の信用出来高なので、もっと下げている。買いがもっと高くなっているのは予想できますね。ここでわかるのは、割安で買いに向かっている投資家が多い。一方で、週足チャートを見ると下がるようにも見える。そういうトレンドがあるから、まだ下がるよっていう投資家も 30% いるという感じ。分析第2段階。株主構成比率で大手企業が株価コントロールしているっていうことが分かり、分析が好調だっていうことも信用倍率で投資家が安いっていう感じていることは分かりました。それを考慮するとチャートで見える風景が変わってきます。投資機関は人間ではなく基本的にルールに基づいて売買するアルゴリズムを採用しています。ですので、売るときは加減なしに一気に売るんですよね。出来高で監視することができます、それは。一方で、一気に買いをしてしまうと自分で値段を上げてしまうので、出来高を均等にして仕組みがバレないようにしています。これをアイスバーク注文と言いますね。チャートの分析。大きな取引が920円で起きています。で、どの価格帯であったのかって一見わからないんですけど、920円と921円に出来高を分散して隠しているんです。しかし、この出来高で隠しきれてないです。機関投資家が920円で仕込んでいる分析となります。セオリーではこのまま上げていく。こういうことが分かったことで、ここでようやく買っていいかが判断ができます。アルゴリズム注文を利用すると、利益を自動拡大して損益をコントロールする設定を行っていきます。これ知らないと損する。みんながやっちゃってる3つのパターン。これを先に言います。こういう間違いをしてきたばっか、過去の私があります。例えば、トレンドには勢いがあって、持っていればもっと値上がりしたのに、早々に売却してしまったとか、ありませんか？もう一つは、結局のタイミングがつかめずに損失が大きくなってしまった。それ以外にも、配当金がなければ、キャピタルゲイン、つまり値上がり益でしか利益がないわけなんで、値動きがしなければ増えてないわけですから、資金効率が悪化します。一方でトレーディング注文。これをやれば、あらかじめ損切りと利食いのルールを設定できるんで、価格の動きに一喜一憂する必要はなくなります。このチャンネル動画、品質向上のため、投資チャンネルをリサーチしてるんですけど、登録者3万人いて、タマホームの金利打ち日に大暴落を回避できなかったっていう、ありえないミスをしている人がいて、なんでこんな手抜き流し撮りしてこれだけ3万人の5万人の登録者がいるの？そう、他にいないからポジションがガラ空きだったんですよね。本当にリスナーを儲けさせる気ってあるの？結構ムカつきます。この台本は退職金を運用しているパパに書いたもの。無料本の紹介とかありえませんよね。2000円ケチるような人に投資で儲かることは絶対にできない。投資資金全部なくなる覚悟で投資しろ。失うのは命じゃないから安いものを覚悟には結果が出る。チャンネルの運営株主総会はメンバーシップ現在最安値90円で過去の動画の閲覧権限 YouTube 運営状況を株主限定で公開しています。お試しに6時間限定で誰でも見れるようになってます。株主が30になったらオフ会の計画やみんなが集まれるホームページを検討し YouTube 配信ノウハウも質問を受け付けております。では、本質を限定しつつ利益をできるだけ伸ばすことができるアルゴリズム価格設定の話を行います。冊子にはこれより安い925円以下924円に設定したと仮定します。値上がりして買えなかったとしても、後で紹介する2つの銘柄があるので、縁がなかったと思って無視していうことで、買っちゃダメですよ。損切りラインの設定は 9% 下落したら配当のどころじゃなくて予想外の出来事なので、841円で撤退。利益の干渉を始めるのは配当金以上の利益が出た 106% の980円。上昇トレンドの時にそれ以上の利益が出るようにはなっているので、上昇トレンドにその時にはなっているので、配当金の2倍以上の利益が出ていると思います。で、最高値を更新して 3.5% 下落したら利益確定を行ってください。この価格設定が一番大事なので、前回の動画ではやっぱりみんな大事だなって思ってくれるんですよね。3.1 万回再生のうち 2.4 万人
つまり 70% が一時停止しているかリピートしていました。今回の改良は値段の設定を画像にしました。ファンのみんなが利益を出すためを考えると、価格設定やっぱりこうやって見える形にした方がいいかなと思うんですよね。さて次の銘柄に行きます。後半になるにつれて配当利回りが高くなってきます。なのでどんどん面白くなっていく仕様に作りました。被害や3738配当利回り 4.4%、いきなり利回り 4% 大きく超えてきました。定期預金でも 0.1%、一方株を持っとけば利回り 4.4% は退職金1000万もあればお金が勝手に44万円年間増えるってことですよね。世の中って本当不公平ですよね。200万円を必死で寿命を削って怒られながら稼いでる人間もいるっていうのに。これ、優待もついてくるんですよ。クオカード1000円分、年間で2000円。条件も半年以上の株の保有なので再現性があります。保有1年以上はもうないものと一緒と僕は思ってます。優待自体が投資資金に対してもうそれは微粒子レベルの金額だからです。それは。そこに無理して固執すると投資の根幹の売却益を失う人間をね、もういっぱい見てきてるんで、よく投資のおすすめチャンネルあるじゃない。そこに固執して利益出てんのかなって。私は出なかったんで方法を変えたからこれだけの結果を出すようになった。投資金額も NTT と比べると17万円結構安いですね。チャート分析に行きます。業績が良かったから、配当が良かったからって言っても、そういうチャンネルあるじゃないですか。特集があってもチャートを見てみると、いや全然買い時じゃないじゃん。高くなってるじゃんっていうことあるんですよね。だから先に僕はチャートを見ます。株を購入するちょうどいいタイミングか、1600円から1700円の狭い幅を1ヶ月間隔周期でレンジ相場。しっかりとした値段設定を行えば、1600円で買って 6% の利益確定ができます。配当は自分が保有した瞬間に動かなくなってきたっていう、そういうありえない現象の保険に過ぎないんですよ。5月30日に1651円で機関投資家が仕込んでいるので、そこで買って便乗して1699円で売却させていただきました。とにかく時間が味方してくれる状況です。アラーム設定は1649円で、それからの購入を検討されてください。配当の安定性、気まぐれか、記念配当の誤差ではないか、減配そうじゃないかっていう確認です。では、配当の安定性を確認していきましょう。コロナショックでも減配がなく、4年前から75円の一定配当。これは筆頭株主が下げさせねえぞっていうのを匂わせますね。株主構成比率を確認しましょうか。配当実績に関しては見ての通り下げる気はなさそうです。下げられないのか。配当実績で僕は勘が結構鋭いと自負しております。結論、大企業の言いなり、従属の企業。過半数を住友商事が保有していて、8.4% 近い通信も時価総額1兆円近い。T ガヤの株を買うっていうことは、住友商事の株を買うっていうことと同意義。もうこれは住友商事の会社。住友商事、時価総額は 3.4 兆円とデストロイヤー並みに大きい。ここで T ガイアの株が下がると、住友商事が大きな損失を被るから調整してくるんです。調整？本来は株価の操作っていうのは違法なんですけど、業績や自社株買いによる発表をすれば、妥当性のある値上がりと判定され、見過ごされているようですね。だから100円の小さい値幅に抑えているのかな。業績の発表もニュースもすべてコントロールされているので、どうにでもなりますよね。だから業績は当てにならないんです。株価を持続的に上げるためには、さすがに会社の業績や将来の見通しの向上など、実質的な要素に基づく価値を上げていく必要はありますね。次に価格、株価の変動要因。不動株と特定株について、これが何かって、特定株は企業の発足に携わった親族や役員が常に保有している株で固定株とも呼ばれています。この比率が高いほど値動きの変動が抑えられる。制限はあるものの、売却できないっていうことはないんですよね。で、しかも割合がめちゃくちゃ高いので、出来高に注意すれば、機関投資家の仕込みがわかります。っていうか、住友商事が仕込んだのがわかります。今回は特定株の比率が非常に高く、チャートは素直な動きになりがちかな。一方、不動株とは、流通している、僕たちが売買している株のことです。流動の比率が低いと市場において取引可能な株式の量が制限される。これにより需要と供給のバランスが崩れて流動性が低下する。流動性が低下すると価格の変動性が高くなって、落ち着きがないチャートになりますね。なんだけど、不動株の割合は 9.9%、相場が 10% なので、平均的な影響力、動きをするかな。で、結論を言います。特定株の比率が高く、未公開の特定株でないことが注意があります。未公開っていうのは売れない株ですけど、特定株は制限はあるものの売れちゃうんですよね。だから動きを予想すれば利益を出すことが可能。そんな数字。PER、PBR、ROE、業績内容は仕入れ先、販売先ともに KDDI で携帯販売代理店の採用店。指標は ROE、資本効率は
10.7 は KDDI の 13.2% に劣る。PR は KDDI の 13.8 に対して T ガイアが 11.3 と割安。業績は下げてはいるんですけど、PR がまだ割安で脅威ではないレベル。気にならない点かな。よし、時価総額。948億円、1兆円を超える企業が2社も出社しているので、簡単に株がコントロールできそうな価格ですね。一方で、ストックからの価格変動要因が考えなくても良いので、より簡単なチャートになります。信用倍率の変化。個人投資家が今の株価をどう思っているか、それが確認できますよね。全体的には2月から上昇トレンドなので、順張りして儲けていこうという投資家が多いようです。チャート分析第2段階。誰が株価を操作するか。配当の安定性。業績や外部要因。これらが確認できたということで、再度チャートを確認していきます。視点が変わっていきます。機関投資家が仕込んだのが5月31日の1651円。6月の決算のため、そろそろ売却しそうですね。なので、アラーム設定を1660円にして、それ以降、購入を検討します。アルゴリズムでこっそり買いっていうのは仕込めるんですけど、あからさまに仕込みを見せてるのが気に入らないですね。注文価格設定の公開。1660円で指値を入れて保有したと仮定します。値段設定を行い、1ヶ月以上自動運転させましょう。絶対あなたや僕より寝坊せず1秒も目を離さず監視してくれます。損切りラインは1511円、トレーディング開始ラインが1760円。この時点で勝ち確定。利益はどんどん繰り上がっていく。自動修正してくれます。最高値から 3.5% の62円下落したら下降トレンド入りするので、利益確定を行いましょう。それ以上追って欲張ると失敗します。値段以上の価格で絶対買わないように、あり地獄のように待ってわざわざ外敵に襲われるリスクを高めるべきではない。値段以上の価格で絶対買わないように縁がなかったと次の銘柄を探しましょう。勝てる勝負っていうのは自分が選ぶもの。椿中島6464。配当利回り 5.7%。本気で分析してるので、かなり疲れるんですよね。最後にこれおすすめです。ここまで視聴されたリスナーに特典として、共有します。すでに仕込んだ銘柄なので、僕より安く買っちゃってください。配当利回りが 5.7%。いきなりぶっ飛んできました。実は台本作成では5銘柄紹介する予定でした。しかし動画が1時間ぐらいになって、地平道を吐きそうになったので3銘柄に変更させていただきました。それと、人間は3つの選択以上は結構迷う、選択できないジャム理論っていうのがあるので、この銘柄で必殺技を決めさせていただきます。配当金が 5.6% っていうのは、1000万円だったら56万円年間、3000万円だったら年間168万円、すなわち金のなる木。錬金術って誰でもできるんだね。何の生産性もない人間が働く人間以上にお金を増やす各社社会。本当に若者には知ってほしくないよね。一生社畜であってほしい。僕もまだ20代だけど、本音が漏れたところでチャート分析に戻ります。チャートでお得感、今検討すべきか。2年間過去に取引していた人たちより一番安く購入できる。みんな急げー。配当の安定性。配当履歴、気まぐれか記念配当の誤差ではないか。減配しなさそうか。の確認。業績に連動しているのでしょうか？結構デコボコですよね。でも売上自体は右上がり。なぜ株価が低迷しているかはみんな見る目がないと。最終利益が赤字なのは設備投資でもマイナスにカウントされるから。商品の増産目的があるから施設投資をしたグラフですよね。僕は決算表は読み方知らないのですっ飛ばしています。問題は投資家の心理を把握すること。どんな会社か。これはサイズ2万種類を超える幅広い高品質の精密ボールを製造販売するところ、風力発電、電気自動車、5G の技術をサポートする半導体製造装置に使用される。株価が下落した要因は、電気自動車に移行するから需要が減るのではないか、とかバカなことを言う投資チャンネルがあったので、一般投資家もそんなことを思ってるのか、って結構有利なポイントです。僕は国家資格の自動車整備士のガソリンエンジンとディーゼルエンジン、あと高圧電気工事の免許を保有しています。電気自動車は従来の内燃機関のガソリンエンジンより、部品点数は確かに10分の1になります。しかし、ボールベアリングの箇所は、人間でいう骨格の軟骨に相当し、これがないと火花を散らしながら走行することになります。そうも警察に通報するレベル。とにかく電気自動車になろうがベアリングの需要は変わらない。配当金は不安定ではあるが、今後の業績と設備投資から利益は上がっていくのを会社は想定しているようです。指揮法で株主の構成、特定株、不動株を見ていきます。
特定株の割合がわからない。ちょっとこれは怖いな。10年前は外国人法人がほとんどで、徐々に株を減らして、金融機関と個人投資家が半々の影響があるようですね。確かに時価総額が342億円は中小企業の規模で、機関投資家の影響を大きく受けます。安定配当株とは言い難いですね。なので、株を購入するんだったら500株以内が正当なリスク管理。で、僕基準の運用額が600万円の場合で、僕よりお金持ちのおじさんたちは代入して考えてください。株主構成は、標準的な比率なので特徴がないチャートの動き指数ですね。事業内容、業績。今回の指標は役に立ちません。理由は、巨額の施設の投資で利益がマイナスになってるから、この時点で指標が来るって参考にならない。一応言うなら、去年より株価は半分になっているので、PER は6、割安判定。信用ならない。信用倍率の変化。かなり割安と思っている投資家が多いようです。信用買いがかなり溜まってきている。チャート分析第2段階。機関投資家はずっと売っているようです。個人投資家が信用買いが高くなっていることから購入しているのがわかる。でもそれ以上に売りが押している。これがいつまで続くか、6月の決算に向けて売却しているのか、わからないですね。配当の利回り 5.6% を考慮すると、850円以下だったら今買っても良いでしょう。注文価格設定、アルゴリズム設定。結論、850円以下だったらいつでも買ってもいいし、しかしレンジ相場なので損切り設定をちゃんとしておこう。で、今回は情報が少なかった銘柄なので保有するのは500株以下かな。100株は打診買いしていいレベル。で、849円で購入したことと仮定します。この値段で買った人はこのままの入力で自動運転をお願いします。損切りラインは773円。で、監視開始トレーディングは900円。で、最高値から 3.5%、31円下落したら利益確定。はい、ここまで3銘柄。お疲れ様でした。最後にね、皆さんが株の情報を集める理由は何ですか？いろんなチャンネルがある。業績を調べたから、はい、偉いね、成績 A ランク上げとくね。頑張りを自慢したから成績におまけがつく学校や会社とは違うんですよ。株の情報を調べるのは相手との取引で勝つため、負けないため、機関投資家とか、我々個人の力ではどうしようもない力で株価は動いていく。自分一人が未来っていうのは断言できない。しかし、どうしようもない力が引っ張りたい方向っていうのはわかるし、勝てる、見れば。確率が 50% 以上だったら、銘柄が多いほど勝率は安定してくる。サイコロで半分以上の、1から4が出れば僕の勝ち。じゃあ負けたらという質問に対して、こう答えます。サイコロは何回振ってもいい。これ意外と知らなくてね、投資できない人が多い。50% 以上の勝率だったら回数が触れればトータルで利益が出る。これはみんな当たり前のことですね。さらに機関投資家が次に仕込みがわかるっていうのが観測できれば勝率は極限まで高くなる。その手法で10銘柄以上に投資したんだったらもう確信を持って運用している。今日もビジネスとお金について考える個人事業主 VTuber です。当チャンネルは定年退職したパパに株の情報を教えて家賃を免除してもらうっていうチャンネル。みんなも家族にお金の話をしてみんなで投資を資産を増やしていきましょう。パパは配当金70万円もらったので外食に連れて行ってくれるようになりました。それでは皆さん遊びも仕事も投資も全力で楽しんでいきましょう。本日はありがとうございました。次回の動画でお目にかかりましょう。ではごきげんよう。バイバイ。